皆さんこんにちは。今回も営業の高橋がご案内させていただきます。今回のお部屋はこちらの 1K。 ある会社の社長さんから社員の部屋が大変なことになっているので何とかしてほしいとお問い合わせをいただきました。他の社員にわからないようになるべくこっそり片付けてほしいとのことで、すごく優しい社長さんでした。壁を這う大量のゴキブリにタジタジしたり、缶と可燃の山をブルドーザーのように切り開いたり、ひたすら小銭を拾ったりして床が見える状態にしていきました。作業中にどんどん出てきた雲やゴキブリは掃除機で吸いました。そして全てのいらないものが片付いた後、簡易清掃を行ってなんとかお部屋で過ごせるようにさせていただきました。前回簡易清掃後の状態がこちら。できるだけ安価でやってほしいとのご依頼だったので、なるべく短時間できれいにします。柔らかい洗車ブラシを使って上から順にホコリを払っていきます。エアコンに関してはご依頼がありませんでしたが、せっかくなので簡単なメンテナンスを行います。カバーを開けてフィルターを取り外します。1人がエアコン内部、1人が天井と分担してホコリを除去します。電気を消して照明を取り外します。取り外した照明のパーツ、天井ともにきっちりホコリを除去します。壁もエモン掛けの上に注意して全ての面にブラシをかけます。カーテンレール、網戸、サッシのレール部分も念入りにブラッシング。取りきれない部分は掃除機を使います。シャッターを下ろして内側、外側ともにホコリを払います。暗くて汚れが見えにくくなりました。照明で照らしながら作業します。細かいところは片手にブラシ、片手に掃除機を持ってブラッシングしながらホコリを吸っていきます。最後に床に掃除機をかけてホコリ除去は完了です。2人が全体のホコリ払いをしている間に1人が洗面所の掃除を行います。片付け前の洗面所がこちら。洗面台にたどり着くことさえ困難な状態でした。片付け後の洗面台はこんな感じ。前回の簡易清掃では手をつけられなかったので、ここできっちりきれいにします。詰まっていて水が流れないので、洗面台下の S 字トラップを外して確認しています。お金が詰まってました。1円玉がいっぱい詰まってますね。大量の1円玉を取り除いて S 字トラップをはめ直します。あった残念ながらまだ微妙な流れ方です。ちょうどお風呂でカビ取り剤を使っているため、詰まり取りの薬剤が使えません。ラバーカップを試します。何度か繰り返して無事流れるようになりました。オッケーオッケー、いったいった、よかった。続いて水拭きをします。水拭きだけでもかなりの汚れが除去できました。20倍に薄めた中性洗剤をスポンジに吹きつけ優しく洗浄します。植物樹脂由来で成分解性が高く、環境に優しく洗浄面も劣化させないプロ用の中性洗剤を使います。隙間は J ブラシを使います。水拭きを2回行って確実に洗剤を取り除き、空拭きで仕上げます。洗面ボールも同じように洗浄します。中性洗剤で落ちなかった頑固な汚れは酸性洗剤を使って落とします。大変なことになっていた洗面ボールもこんなに真っ白になりました。洗面台下の戸棚部分、周辺の壁、天井、
床なども掃除して完了です。物がなくなってきれいになったことで全体が明るくなり、気持ちよく顔を洗える洗面所になりました。エアコンカバー、フィルターを丸洗いします。ヤニ汚れが強いので弱アルカリ性の洗剤を使います。細かいところは J ブラシで優しくブラッシングし、汚れを取り除きます。汚れが残ってないかよく確認しながら丁寧に洗い流します。きれいなタオルでから拭きし完成です。一部を残して洗った時の写真を見るとくっきり色が違っているのがわかります。照明カバーも洗浄しから拭きで仕上げます。固く絞った柔らかいタオルに中性洗剤をほんの少し吹きつけ、天井や壁の汚れを優しく拭きます。クローゼットのドアは水拭き、洗剤拭き、水拭き、から拭きを行います。網戸、窓、サッシも中性洗剤を使って汚れを落とし、水拭き、から拭きで仕上げます。以前と比べると窓も曇りがなくなって随分クリアになりました。片付け前のお風呂はこんな感じ。浴槽も洗い場も物が山のようになっています。片付け、簡易清掃を終えた後がこの状態。まずはカビの気になる部分にカビ取り剤を塗布し、一定時間置いた後しっかり洗い流しました。換気扇カバーを外し、ブラシと掃除機でホコリを除去してから洗剤拭き、きつく絞った柔らかいタオルで水拭きを行います。中性洗剤を噴霧し、スポンジで優しく洗浄します。その後水拭きもしくはシャワーで洗い流します。サッシなどの細かい部分は J ブラシやプラスチックヘラを使って丁寧に取り除きます。中性洗剤で取りきれなかった汚れは水垢は酸性洗剤、皮脂汚れなどはアルカリ性洗剤を使って再度洗浄します。浴槽、ドア、排水口もきっちり掃除し完了です。かろうじて便座が見えるという状態だったトイレ。前回の簡易清掃後がこちら。今回はアングルとタイミングが悪くドア部分の掃除しか撮影できませんでした。トイレ掃除をご覧になりたい方は概要欄にリンクを貼りますので、そちらをご覧ください。映像はありませんが、もちろん今回のトイレもきちんと掃除させていただきました。片付け前のキッチンは足の踏み場もなく、シンク横が空き缶置き場になっていました。簡易清掃後のキッチンはこんな感じ。前回取りきれなかった汚れを除去します。棚部分も一通り拭き掃除します。金属棚を取り外して丸洗いし、から拭きで仕上げます。シンク周りに中性洗剤を噴霧し、スポンジで優しく拭き上げます。細かいところは J ブラシでブラッシング。洗い流します。手で触ってみて汚れの残っているところはクリームクレンザーを使います。排水口のバスケット、トラップも取り外して排水口内を掃除します。トラップはスポンジで洗った後 J ブラシを使って細かな汚れを取り除き、ぬめり、ざらつきがなくなったら元に戻します。バスケットも J ブラシで丁寧にブラッシングし洗い流します。もう一度シンクを洗って完了です。キッチンの反対の壁はコンセント下のガス警報器の設置部分が真っ黒になっていました。こ
ちらの汚れもできる限り落としておきました。最後に全体の床を水拭き、洗剤拭き、水拭き、空拭きで仕上げて完成です。作業は1日3人で9時から15時の間でした。2日間とも作業前後の確認に社長さんが来ていただきました。1日目の片付けが終わった後にはすっきり片付いたねとおっしゃっていただき、2日目の最終確認の際にはここまでやってくれたら十分ですねと安心されたご様子でした。